あなたはもし自分の家族の殺人現場を目撃したらどうしますか？遡ることおよそ14年前の2008年2月、舞台はアメリカフロリダ州裁判所でとある殺人事件の裁判が行われました。容疑者はアマンダ・ルイス27歳。彼女は当時7歳の娘アドリアーナを自宅のプールで溺死させた容疑で逮捕されました。私は娘を殺していません。事故なんです。娘の殺害を断固として否定するアマンダ。その時一人の証人が法廷に現れます。証人は法廷の雰囲気に怯えながらもはっきりとこう証言しました。殺したのはその人です。アマンダはその瞬間泣き崩れるんです。なぜならその証人は彼女の7歳の息子だったから。母親の殺人事件を法廷で証言する7歳の少年。母親との意見が対立する中、彼は真実を語ることができるのでしょうか。親子が繰り広げる泥沼裁判には交錯する嘘と真実があったんです。撮影してたら音が入ってなくて撮り直してるよ。ケンちゃんです。夏バテに一番効く食べ物は鶏胸肉らしいです。ヤミヤミコです。おめえの情報じゃねえかい。夏バテとかしないの？全然しない。俺マジ夏バテとか落ち込むとか知らない。人前で落ち込まないだけじゃなくて、あと自分で一人では落ち込むでしょ。例えばスポポン言ってるわよ。本日ご紹介するのは殺人容疑で逮捕された母親の裁判にね、7歳の息子が証人として出廷するというね、前代未聞の事件なんです。その7歳とかさ、トラウマとか残りそうじゃない？ちゃんとした証言できるかもわかんないんじゃないの？ではまずね、この事件っていうのは一体どんなものだったのか、母親アマンダの供述とともに見ていきたいと思います。母親の供述。遡ることおよそ14年前の2008年2月、アメリカフロリダ州裁判所でとある殺人事件の裁判が開かれました。容疑者はシングルマザーとして2人の子供を育てるアマンダ・ルイス27歳。実の娘である当時7歳のアドリアーナを庭のプールで溺死させた容疑がかかっていたんです。私は娘を殺していません。あの子気づいた時には溺れていたんです。裁判官に向かいまっすぐな態度で訴えるアマンダ。あの日私は昼寝をしていて、アマンダは娘アドリアーナが亡くなった時のことを話し始めました。裁判からおよそ半年前の2007年8月8日15時、夏の太陽が照りつけるとても暑い日でした。フロリダ州エストにある自宅で昼寝から目を覚ましたアマンダ。看護師のアシスタントとして働くアマンダには夜勤があり、こうして昼に仮眠を取ることが多かったんです。もうこんな時間、買い物に行かないと。ベッドから出て身支度を始めるアマンダ。するとその姿を見た子供たちが嬉しそうに駆け寄ってきました。7歳の娘アドリアーナと1つ下の息子 AJ です。活動的で陽気な娘アドリアーナとおとなしくて控えめな息子 AJ は仲のいい2人兄弟。AJ はいつも姉であるアドリアーナの後を追いかけて遊んでいたんです。アドリアーナは母アマンダに聞きました。お母さん、プールに入ってもいい？自宅の庭にはプールが置かれていました。ビニール素材の簡易プールでしたが、深さが120センチもあるため、アマンダは子供だけで入ることを禁止していたんです。120センチって、6、7歳からしたら埋もれちゃうんじゃないの？頭の高さぐらいない？子供からしたらね、相当な深さですよ、これは。もう。今日は買い物に行く約束でしょ？プールは今度ね。と子供たちに言うアマンダ。はーい。アドリアーナと AJ はがっかりした様子でしたが、しばらくするとすぐに庭から楽しく遊ぶ声が聞こえてきました。ところが、どうしたことでしょう？数分後、身支度を終えたアマンダは2人がやけに静かになっていることに気がつくんです。アドリアーナ、AJ いるの？返事はありません。不審に思ったアマンダが庭へ出ると、そこにはプールに身を乗り出し、水をかき寄せる息子 AJ の姿が。危ないわよ。落ちないようにしないと。深いですからね、ほんと気をつけてほしいですね。何してるの？慌てて AJ に駆け寄る母アマンダ。するとその時、アマンダの目に信じられない光景が飛び込んでくるんです。なんと娘アドリアーナがプールにうつ伏せで浮いていたんです。アドリアーナ！娘の足をつかみ急いでプールから引き上げる母アマンダ。アドリアーナは唇を紫色に変色させており、すでに息をしていませんでした。アマンダはすぐに救急車を呼びました。病院では1時間以上の救命措置が行われたんですが、アドリアーナはそのまま息を引き取ったんです。アドリアーナが亡くなると、その日のうちに警察による現場調査が行われました。現場で発見されたのは、プール脇にあったキャスター付きの台車に残っているアドリアーナの足跡。足跡はプールの方向へ向かって歩くようについていました。そのため警察は、おそらくアドリアーナは自分で足を滑らせてプールに落ちたんでしょうね、と判断したんです。警察は事故死だって判断したわけね。そうなんです。事件のね、可能性もあったんで、その線で捜査したんですけど、アマンダはね、その結果大丈夫だと警察は判断したんですけど、世間からしたらアマンダは悲劇の母親としてね、同情を集めたんです。ですがその後、ある人物の登場によって事態は急展開を迎えていくんです。アマンダの供述に不審な点は何一つ見つからず、裁判官も納得した様子でした。しかしここである人物が証人として現れたことで、法廷内の空気が一変するんです。証人として現れたのはなんと
アマンダの息子 AJ7 歳。証人席に座り緊張した面持ちで周りをキョロキョロと見渡す AJ。そして被告人席に目をやった時、彼は驚きの表情を見せたんです。なぜならそこに母アマンダがいたから。ママ、大粒の涙を流し泣き崩れる息子 AJ。それもそのはず、AJ が母アマンダと会うのは実に6ヶ月ぶりだったんです。息子は関係ありません。もうやめてください。息子が泣いている姿を見たアマンダは涙を流しながら何度も頭を下げていました。4ヶ月も会えてないってちょっと幼い子供からしたら相当ちょっと寂しいわよ。もう AJ を証言台に上げるってこと可能なの？まあそこがね、今回こう気になるところですよね。まあそもそもね、慣れたとしてもね、その証言っていうのが法的な証拠となり得るのかっていうところ。というわけでね、本日のネトラキーワード、証人の年齢制限について。日本を含めアメリカのほとんどの州で証人の年齢制限はありません。犯罪の唯一の目撃者が子供である場合は年齢に関係なく重要な証人になれるんです。子供の心理的負担を心配し否定する考えもあるんですが、供述の回数を制限する、心理カウンセラーをつけるなどして慎重に対応されるんです。子供が証人になったとしても見たことを正確に説明するスキルがあるとは限りません。中には真実と妄想を区別する認知能力を持っていない子供もいるんです。そのため子供の認知能力も考慮に入れ証人に採用するかが判断されるんです。AJ が証人として裁判に出廷したのは証言するにふさわしい人物だと判断されたということ。彼の証言も有力な証拠として扱われるんです。子供でもそうやってさ、見たことをちゃんと伝える言語能力が備わってれば信じられる証拠になりうるってことなの。まあ子供はね、言うことがコロコロ変わったりする子もいる中で、結構判断は難しいんです。そんな中で AJ は裁判の中で具体的にどんな内容で証言をしたのか見ていきたいと思います。息子の供述。一貫して娘を殺していないと主張するアマンダ。そんな母親を前にして息子の AJ は一体どんな証言をするのか。法廷内の注目が集まります。母アマンダの姿を見て泣いてしまった息子 AJ。検察官はまだ涙が残る AJ の目の高さまでかがみ込み優しく問いかけた。 AJ、 手に持っているものを見せてくれるかな。AJ が手にしていたのは1枚の絵。当時の状況を分かりやすく伝えるため AJ は絵を描いてきたのだ。その絵にはアドリアーナが亡くなった時のプールの様子が描かれていた。真ん中に描かれた大きな丸はプール、周りには数人の人間がいるようだ。検察官は人間の絵を指して AJ に尋ねた。これは誰？ママ。じゃあこっちはお姉ちゃん。ママとお姉ちゃんは何をしているの？検察官にそう問われた AJ ははっきりとこう答えた。ママがお姉ちゃんをプールに沈めてるの。AJ は母アマンダがアドリアーナをプールに沈めたところを見たというんです。続いて彼はその理由についても証言しました。それはアドリアーナが窓ガラスクリーナーをテレビにスプレーしたから。母アマンダはアドリアーナのいたずらに激怒。アドリアーナを無理やりプールに連れて行き何度も沈めて殺したんだというんです。アマンダの供述と全然違うじゃないのよ。どっちが本当なのよこれ。母アマンダとね、息子 AJ の証言っていうのは真っ向から対立していたんです。そんな中、警察の捜査から出てきた状況証拠がアマンダを追い詰めることになるんです。不安定な家庭環境。警察の現場検証で分かったのは決して良好とは言えない家庭環境でした。おもちゃ一つない散らかり放題のリビング。ベッドルームにはアンモニア臭が立ち込めていました。おねしょが治っていなかった娘のアドリアーナは濡れたままの布団で寝ていたんです。しかもこの家には母アマンダの恋人も出入りしていたといいます。もっと調べる必要がある。 AJ の証言と合わせてこれらの状況証拠がアマンダの疑惑を深めていったんです。これいわゆるネグレクトってやつだ。っていう可能性もね、拭えないですよね。どちらにせよいい家庭環境ではなかったと言えますね。さらに捜査を進めると母アマンダと娘アドリアーナの関係が露見しました。娘のアドリアーナは ADHD 注意欠陥多動性障害だったんです。 ADHD とは年齢に不相応な落ち着きのなさ、不注意が見られる発達障害の一種。この障害を持っていたアドリアーナは常に落ち着きがなくいたずら好きでした。そんな娘のアドリアーナに対し母アマンダは頭を悩ませ疲れ果てていたんです。アマンダをよく知る職場の同僚はこのような証言をしました。アドリアーナが亡くなる3ヶ月前、彼女がアマンダの新車に油性ペンで落書きをしてしまったことがあったの。その時アマンダはこう言っていたわ。娘を殺してやりたいと。近所に住んでいるアドリアーナの祖父の証言はこうでした。アマンダはいい母親ではない。子供の世話をしないんだ。子供たちはいつもお腹を空かせていたよ。そしてもう一人、アドリアーナの死を見とった医師はこう証言しています。アマンダは娘が亡くなったというのに涙を見せなかった。何を考えていたのか、感情がわかりませんでした。だんだんアマンダが怪しくなってきたわね。最初はね、裁判でもアマンダが有利だったんですけど、だんだんね、周囲の人たちもアマンダを不審に思うようになっていったんです。アマンダにとって不利な証拠はまだまだ出てくるんです。続いて証拠と
として挙げられたのはアドリアーナの検視結果。検視の結果、アドリアーナの体にはいくつものあざがあり、日頃から虐待されている可能性が出てきたんです。アマンダは、アドリアーナはそそっかしい子でいつも体をそこら中にぶつけていたんですと否定。しかしアドリアーナのあざの中にはアマンダが言い逃れできない状態のものが一つあったんです。それはアドリアーナの額に入っていた4本線のあざ。その4本線はなんとアマンダの手形と一致していたんです。これは娘アドリアーナをアマンダがプールに沈めた時についた手形だと考えられるんです。しかし検視結果で誰にも説明できない不可解な点が一つ残りました。アドリアーナの遺体にはなんと性的暴行の痕跡があったんです。性的暴行って母親がそんなことやるってあんま聞いたことはないけどね。そもそもね、アドリアーナがプールで亡くなっていたこととね、性的暴行っていうのは一見紐づかないように見えるじゃないですか。でもこの後ね、事件と無関係とは思えなくなるある人物が浮かび上がってくるんです。陰謀疑惑。娘のアドリアーナへの性的暴行について2人の容疑者が浮かび上がりました。1人は母アマンダの恋人、そしてもう1人は近所に住むアドリアーナの祖父チャールズ・バーンズです。警察は早速この2人に DNA 鑑定の協力を仰ぎました。アマンダの恋人の DNA 鑑定をしたところ、結果は白。アマンダの恋人は性的暴行に関わっていないと判断されたんです。そして祖父チャールズはというと DNA 鑑定を拒否。自分が DNA 鑑定をする必要はないと警察の依頼を突っぱねたんです。なんか怪しいわ。でも自分の孫にそういういたずらするかって言われたらまあちょっと疑わしいけどね。そしてね、チャールズにとってアドリアーナは孫なんですけど、ここにもね、複雑な事情があったみたいなんです。アドリアーナと AJ の祖父チャールズ・バーンズはアマンダの母親の再婚相手。アマンダとも子供たちとも血縁関係はありませんでした。そしてチャールズはすでにアマンダの母親と離婚しているものの、アドリアーナと AJ のことを本当の孫のように可愛がっていたんです。しかしアマンダとチャールズの仲は険悪そのもの。日頃から意見が合わず揉めることも多かったというんです。しかもチャールズはアマンダに色目を使って断られた過去もありました。様々なことが積み重なり、チャールズはアマンダを憎んでいたんです。チャールズこれちょっと、アマンダにとって穏やかじゃない、まあ相手じゃない？疑わしいところありますよね。これってもしかしてメトロのね、皆さんもね、チャールズのこと怪しいと思ったんじゃないですか。そうよ。こういう風に。おじいちゃん描けたよ。おお、AJ は絵がうまいな。チャールズは AJ が描いた絵をじっと見つめた。あの日の衝撃を思い出す。孫のアドリアーナが死んだと聞いた時には目の前が真っ暗になった。あんなに可愛がっていたのに。全てはアマンダのせいだ。あの女がだらしないから。アドリアーナが。チャールズは AJ に確認した。プールのところにいるのは誰？こっちがママで、こっちがお姉ちゃん。そう、すごくうまく描けているからみんなに見せたらびっくりするね。恥ずかしそうに笑う AJ。今度大人のおじさんたちにこの絵を見せに行くんだ。そしてこう言うんだよ。この絵はママがお姉ちゃんをプールに沈めたところを描いたって。祖父チャールズはアドリアーナが亡くなった後 AJ と二人きりで過ごす時間が多くありました。そして AJ が事件を目撃したと証言したのはアドリアーナが亡くなってから1ヶ月も後のことだったんです。これらのことからチャールズが AJ を操っていたとも考えられるのではないでしょうか。しかし祖父チャールズは事件について深く追及されることはありませんでした。事件当時のアリバイがありアドリアーナの死とは無関係だったから。結局性的暴行についても事件とは無関係と考えられチャールズの DNA 鑑定も行われませんでした。じゃあ結局アドリアーナにいたずらしたやつの正体は分かってないわけ？そうなんです。なんかもやもやもやするわね。そこら辺はふわっとしたままなんですが、アマンダはね、裁判にね、まず戻っていきたいと思います。アマンダにとって不利な条件は様々に揃っていたんですが、確実な証拠はありませんでした。そこで重要になるのが、やはり目撃者だという息子 AJ の証言。しかし AJ の証言は曖昧だったんです。ママがお姉ちゃんを殺したと言ったかと思えば、僕は何も見ていないと言ったり、お姉ちゃんはプールの外で溺れたと要領を得ないことを言い出したり、実は AJ は発達遅延で7歳といっても知能はおよそ4歳。そのため証人として不適切だと主張する専門家もいたんです。そうだったの？祖父チャールズにもなんかこう疑惑はあるし、AJ のね証言っていうのは不確実性がね残ってる感じで、ほんともやもやしたままなんですけど、もやもやもやするわよ。しかし検察はコロコロ変わる AJ の証言を無視してアマンダを責め立てました。アドリアーナは水を強く恐れていた。自分でプールに行くはずがない。こうして進んだ母と息子の泥沼裁判の結果、アマンダは有罪。彼女は殺人罪で終身刑を言い渡されたんです。有罪の決め手となったのは息子 AJ の証言とアドリアーナの額に残っていた4本のあざでした。現在フロリダ州の刑務所に服役しているアマンダは未だに罪を認めていません。果たして本当にアマンダは娘を殺害したのか、それともどこかでほくそ笑む真犯人がいるのか。メトラの皆さんはどう思いますか？